これだともう切られて自分から間を詰めるまでもなく相手を攻撃できると。でこれが腕力です、で体全体を緩めていくと、というような感じになります。こんにちは、空手家のゴゲです。もう多分ここの後ろの鎧を見たらなんとなくわかるかなと思うんですけれども、今日また、大阪の北伊丹の方に来てます。すみません、今から呼び込みたいと思います。じゃあすみません、町井先生よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。令和の剣豪町井功先生です。今日はよろしくお願いします。今日またちょっと突然なんですがご無理を言いまして、ぜひまた、よろしくお願いしますということで、もうなんかちょっと僕のチャンネルだと準レギュラー的に最近いろいろ僕が学ばせていただいてるんですけど、ありがとうございます。で今日も正直ほぼ何も決めずに、こちらに来させていただいたんですけど、初めてお会いした時に、お聞きした間合い操作っていうんですかね、僕らが空手の中で使ってる間合い操作とかの、僕は攻撃意識って言ってるものがあったりするんですけど、当然僕らって正直一発当てたところで基本的には相手を一発で殺傷できるような、技ではないというか、ルール的にも上段が当たれば倒れはするんですけど、一発でじゃあ殺傷できるかとか、じゃあ手切っただけで相手死ぬかっていうわけではないんで、正直その精度としては真剣で、研鑽してきた方たちと比べたらまだ連度は低いのかなっていうのは正直僕の中であって、なんで要は真剣を前提に、作られてきた剣術の方たちがやってる間合い操作とか意識とかの部分で何かこう学ばせていただけたらありがたいなと思いまして、前回はこの、入り身っていうので間詰めをしたんですけど、今回剣を使った間詰めをしていこうかなと思います。で腕絡めってなんかやったことありました？腕絡めて倒し前回はこうなんか刀でこう、キュッとなんかこうなんつうかね、こう中心に落とすみたいなやつを教えていただいて、最初なかなかできずでなんか腕を持ってよみたいなことやったんですけど、そこでもだいぶ苦労はしたんですけど、多分やってないのかも分かりません。じゃあちょうどそれをつなげてやってみたいなと思います。じゃあなんかできるかどうか分かんないですけど、よろしくお願いします。まず、技術をお伝えする前に、貸し出している木刀をちょっと見ていただきたいんですけども、一つこっちマイ木刀2号です。いつも使ってるやつと違ってこっちに常備してるやつなんですけども、まず、これはもう稽古用にとしてはちょっと危なくて使えないんですよね。そうなんですか。ちょっとなぜかちょっと見ていただいたらお分かりいただけるかと思うんですが、僕はちょっと全く武器に疎いんですが、これはカメラに映るかな、ここですかね。ささくれ、もうすっごくささくれてますでしょ。この角度で見ると木が浮いちゃってるんですよね。これをカメラに映ればいいんですけど、映るのかな、これは分からないな。こうしたら映ってるかどうかでも目で目視すれば確かに言われてみればって感じですよ。これ、こっち側にこう力入れてやるともう絶対刺さります。でこれなぜこういうふうになるかっていうと、ちょっとこれ持っていただいて、ゆっくりです。面を打ってきました。面を打ってきましたっていう時に、最初からこの形で受けるからなんですよね。で、古流剣術の先生で、相手の刀は刃じゃないと受けれないっておっしゃってる先生もいらっしゃるんですけども、
確かに刃で受けると強いのは強いですが、一発で刀がダメになります。木刀でこんだけささくれるということは、真剣の場合もっと変形を招くか、大きな刃こぼれします。で、前にお話ししたことあるかどうか、真剣と真剣で切り結ぶと、刃がくっつきます。くっつくんですか？はい、溶接した状態になるんですよ。食い込んだ時のお互いの熱で、刃先同士に当たる、圧力が計算上2トン超えるって言われますので、一瞬でスポット溶接したみたいな、パキッて外さないといけないというような状態になるんです。ですから刃で受けるっていうのも一つの正解かもしれませんが、僕はちょっと否定的な立場で、刃と刃をとにかく合わせないという使い方をしています。でこれは危ないので、ちょっと跳ねといて、先生にはこっち側の木刀を使っていただきます。よいしょ。実は今日はまずめということで、まず映ってますね。左足を前に、で一足一刀で、水月って言われるとこですね。ここに向かってついてきていただく。右手と左手が逆に今なんか左手前だと左足前だとどっちなんだけどでついてくるときに、怖がって相手が突き始めた瞬間、ここで巻こうとすると外れるんですよ。でまずめしようと思ったら自分のお腹に刺さっちゃう。ちょっと軽くやってみますね。こうするとまずめするつもりが自滅します。で、剣術、空手もそうかも分かりませんが、相手に、今仕留めたぞっていう感覚を与えるっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう、出だしで避けられるっていうよりは、入ったと思った瞬間避けられるとか、そんな感じでして、で前にもお話ししたことあるかと思いますが、攻撃、制御、防御と3箇所を使い分けるんです、刀の場合。で技をかけたい時には制御の部分じゃないと技はかからない。というこの3等分な感じなんですか？そうです。で、これ先ほどのものを説明すると、相手が突き始めてきた瞬間、制御の部分で何とかしようとするんですけど、相手は攻撃の部分ですから、まだ攻撃の威力が残るわけです。で、本当に怖いんですけど、右足前で結構です。でここまで待ちます。刺さる寸前まで、すると相手と刀と自分の刀がちょうど制御の部分でぶつかるので、このまま手は使わずに股関節の抜きを使うと、このように入っていけるわけです。で今ので、ちょっと左足前で、カメラ的に大丈夫ですかね。ちょっと一歩下がっていただいて、で当ててもらって構いません。右足思いっきり突っ込みながら、一歩前に、ぐっと刺してみてください。これだと剣がまだ生きてるじゃないですか。まだこっちにいけるって感じです。で、刺さる寸前、今おっしゃってますね。刺さる寸前まで怖いけど待つ。どうぞ。これだともう切られてこれだともう切られて自分から間を詰めるまでもなく相手を攻撃できると。でこの動きの中でさらに、間を詰めるっていうのをちょっと今日やりたいと思います。じゃあ、右足を出していただいて、ついた形作ります。でここでもう絶対に上下左右動かないようにここをピシッと合わせてください。これがついてる瞬間を再現した動きになります。で先ほどもお話ししたように先だと流れますが、ここだと相手の体に響きます。そこから持ち上げるときに、今こっちからやりましたけど、こっちからいってみましょうか。この状態から、
力で押すんじゃなくて、相手の刀をずらしてあげるだけ、手を使うんじゃなくてこれだけでずれるじゃないですか。で間を詰める、すると相手は刀を押さえに来るんですよね。でぐっと押さえてください。これを力で持ち上げようとするとこうなって刃こぼれするか刀折れます。ここで大事なのが肘の緩みで、この時は首が取れると。でここからまた次の段階ですが、もうここで勝負終わってるんですけど、さらにちょっとひどいことしたいなと思ったらここで崩した後に相手の中心に向かって入っていきます。するとこの刀が自分を通過します。ここで腕を絡めて、でちょっと耐えてみてください。これが腕力です。で体全体を緩めていくと、体全体を緩めていくとというような感じになります。というのを今日ちょっとやってみようかなと。なんか段階がすごいまず相手がついてくるのを怖がらずに、右足が前で、右側にちょっと開いて、右側に開いて誘います。要はここが隠れてたら相手つけないので、でここで僕が中心見えたと思ってつく、この時に、本当に緩めるだけ、肩と股関節を緩めるだけ。緩めるというと力この状態から、自分も進みながら今回まずめもしていきたいなと思うので、この状態でまず股関節を使ってこっちに向きます。ほんの少しで、次右股関節を落とし込みながら肩を落としていくと外れます。で次左の股関節を落とし込むときに肘の力を抜いて縦に入る。うちの道場で、子供に教えるときにはくるくるってこれ呼んでるんですけど、子供の方が意外とその力に頼らない動きをするので、大人よりも初っ端から上手にできる。で何も考えずにここから、ここからですね、こう歩いてきてください。歩くだけでいいです。回しながら歩くだけ。回しながらの状態、左足前から右足前です。足前でもうおっしゃってます。押さない。この状態、ここまで相手がついてきたときにもう何も考えずに回しながら歩くだけ。で回しながら、それでそのまま右足出してもらって相手の首を取る。これ、一番簡単なオーソドックスな学び方になります。これが面白いことにここだとかからないんですよ。歩きながらやってみてください。動かないですね。動かないです。お互いに制御の部分で接すると、そうです。すぐに右足を出す。この形を作らないと相手反撃してきますので、相手のバランスを崩しながら取るわけですね。まずこれが、もうほとんどできてらっしゃいますけど、スムーズにスーッとできるか。本当に歩くだけです。股関節の抜きがよく分かってない子どもの方が上手にできる理由っていうのは、股関節を抜くことができないから逆につなげて歩いちゃうんですよね。するとどういうことが起きるかっていうと、この状態から股関節を抜かずに歩くと横の力が加わるんですよ。自分はまっすぐ進んでるつもりがこう腰がうねってるので、次進んだ時にはこうなると。それを意識して股関節で入っていくのが難しいんですけど、まずは楽に歩く。で、触れるけど相手に中心を、取らせる。わずかに譲るってやつです。そう。それでいいです。
今ので、真面目の、簡単な基礎を学んだわけですけども、次何が大事かっていうと、もう一回やってみてください。これつばぜりの状態になって、僕の体が崩れてないので、相手がなんていうんですかね、剣術の達者な人だったら、ここ崩してこう入ってしまうので、相手がここで受けるんじゃなくて、こうなるように入っていきたいですね。本当に進むだけで結構です。はい。これ守られてますよね。はい。で、はい、もう一度。ちょっと今こっち崩れかけましたけど、でもこれでもまだ守れる状態なんです。で今なんで相手が守れる状態かっていうと、最後の上げる時に肘の抜きが使えてないからなんですね。ちょっとやってみます。右に開いた状態からいってなんですかね。この状態で、こうでここで、腕で上げてしまうと相手の刀も上に上がっちゃうんです。すると力比べになってしまうんですけど、ここから上に上げるんじゃなくて相手の刀を下に沈め込んでやります。そのためには肘を使う。すると相手の側面から取れると。多分今ちょっと無知的にこっちから取った方が絵では分かるかもしれません。こうですね。ここからこういって手全体で上げると相手の刀も上がってきて力勝負で、ここからスッといった後に上に上げるのではなく相手の刀を自分のつば元に落としてあげる。それが肘の抜き。すると側面から刀が入る。本当だ。なんかさっきまでこうなってたのが、こっちになっちゃうんです。で、これで、一番最初冒頭にお話ししたように刃と刃を合わせない使い方ができないとこれができないんですよ。上げて刃でこう攻めていくと、お互いに刃こぼれして、そこで刃こぼれ同士のところで引っかかって次の技が出ないんですよ。もうところがここにあると入れるので、立ち位置変えて、最後の入り込みの時に体全体を緩める。そこちょっとやってみましょう。こうやっていった時にここで肘を抜いて前に入ってくる。でもつばぜりになってる。つばぜりになった時にはさっきのやつをまたつなげていくんですけど、前回、大阪でやってた時にやったと思うんですけど、つばぜりになった時に、この相手の側面を取ってしまう。でそこから相手の中心に向かって入っていくと刃が外れると。うまくいかなかった時にこれをかけるっていうような感じになりますけど、立ち位置大丈夫ですね。手の力を使わない、軸で進んでくる。ここでもう抑えられてますね、僕が。そこで肘の抜きができてると、つば元を押さえたつもりが相手が浮かされてしまうと。肘の抜き。要はこうじゃなくてその時に切っ先が遅いんですよ。切っ先から動き始めるんです。ここが視点でこう動いてる感じです。視点にするとダメなんですよ。今先生のやつが後で動画見ていただいたら分かりますが、肘を支点にこういうふうに上がってるんですよね。で同じところから上げます。すり塀ぐらいのところから上げてみましょう。僕の方がはるかに切っ先が先に上がってるはずなんです。特別に早く上げてるわけじゃないです。
先生が入っていってください。はい、はい、だいぶ差があると思います、ここで命取られるかどうかが決まるので、まずこれを上げる練習ちょっとしてみましょうか。それをいやー、やっぱ難しいな。よしっていうのがこの肘の向き取り全く押さえどころないもんな。防御の部分ではなくて制御の部分で受けたら、刀がへの字に曲がるんですよ。今回はですね、パンチの威力を上げる、合わせの稽古ですね。実際に右のパンチ、左のパンチ、今度はワンツーだったり、それをつないでいくっていう練習をしていくので、ぜひ皆さんですね、この動画と一緒に、前で一緒にやっていただければと思います。では、スタイルによって構えは変わってくるんですが、僕みたいにパンチを、